どうもこんにちは、ギーキンボックスの坂です。ベースの鳴りがいいとか、ベースの鳴りが悪いとか、そんな風に言ったりしますけれども、実際のところベースの鳴りっていうものはどれぐらい音に影響を与えるのか、今回はチェックしてみようかなという風に思います。鳴りの中でもね、いろんな種類があると思うんですけれども、今回は鳴り、つまり振動、これをベースにゴン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 与えてやってみようかなと思います。このマッサージ機でね。ということで本編へ GO! 焼きそば今回ベースに対して振動を与えていくのはこいつです。マイトレックスのリバイブ EX。はい。こいつのプロモーションではないです。一応言っときますけど。はい。こいつによって外からゴン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 振動を入れていくことで、ベースの鳴りがどん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 良くなって音が変わるんじゃないか。そういう実験でございます。弦の振動によってボディが震えて、その振動がまた弦に返っていって、そうやって音が変化していくという風に言われているのが一般的なんですけれども、今回はもっと強制的にゴンゴンゴンを言わしたいなという風に思います。使うのはこのジンニーベーシズのエッセンシャルシリーズ MJ5 というモデルです。このマイトレックス、これ動くんですよ。みたいな。はい。こいつをね、ここにゴゴゴゴゴゴゴって言ったら、もう凄まじい鳴りが得られるんじゃないかと。そういう話でございます。振動を与えるパターンと与えないパターン、それぞれ弾き比べてみるので、みんなでチェックしていきましょい。結果発表！思ったより変わらないように僕には聞こえますが、皆さんいかがでしょうか？思ったより変わらないんだけど、そういうもん？振動させたらさ、すごい変わる気がしたんだけど、振動を吸ったりさ、もっと増やしたりとか、なんかそういったことをやるわけじゃない？例えば、ヘッドにさ、重りをつけたりさ、もしくはブリッジを重いやつに変えてみたりとかさ、そうやって振動を変えてるはずなのに、振動そのものを与えても、音あんま変わんなくねっていう。どうしよう。もっといい振動のアイディアあったら教えてほしいです。コメントで教えてください。ということで、今回の検証結果、あんまり変わらないが、マッサージ機は結構いいでした。マッサージチェアか。マッサージチェアに座った人が弾くと音が良くなる。かもね。次やろう、それ。これ思ったのは、ギターってさ、ハウるじゃん？ギターってハウるわけだからさ、振動がこいつにもやっぱり影響を与えるわけで、一番最初に思ったのは、アンプの前で弾くのと、アンプの前で弾かないの。つまりアンプから音出して、これに音を浴びせながら弾くのと、そうじゃないので、音結構変わるんじゃないかなって思ったんだよね。じゃあマッサージ機の方がいいかと思って。マイク取りとライン取りみたいな違いになりそうだよね。そうだね、マッサージ機取り。マッサージ機取り。なんかないのかなこれなんか、わー、みたいなさ。ないか。ここら辺でやると、これのモーターの音入っちゃうんですよ。盲点でした。
久しぶりにこのオタク企画やってみたんですけど、どうすかね？どうなんだろうな。俺的には思いついた時天才かと思ったんですけど、音変わんねえじゃんみたいな。この手のさ、穴開けてみたとか、ヘッドに重り吊るしてみたとか、そういうね、もうちょっと音度が高いのをやろっかなと思ったんですよ、たくさん。そういうネタ募集しています。ということでね、皆さんよろしくお願いします。先日からスタートしたオンラインのコミュニティがありまして、それがベースギークカレッジっていうものなんですけれども、プロベーシストの関谷さんと GIB が一緒にやっているコミュニティです。ベースを使って音楽の理論を学んだり、関谷さんの家にあるベース全部査定してみたとか、そういうベースマニアがより喜びそうなものをやっておりますので、そちらチェックしてもらえればなというふうに思います。他にも質問ができる質問箱だったり、限られたベースオタクのみが入ることを許されたオープンチャットがあったり、そういったね、サービスございますので、よろしければね、チェックしてみてください。この前スタートしたばっかりなので、結構面白いんじゃないかなと思います。これ概要欄に貼っておきますね、このベースギークカレッジのことについては。ちなみにですけど、この前ね、これリットミュージックのプロモーションの案件があって、そのベースギークカレッジ、ベースマガジン紹介してくれませんかみたいな。はい。それでね、この間取材行ってきたんですよね。そんなものもね、10月ぐらいに発売されるかなと思うので、よろしければね、そちらもチェックしてみてください。そして GIB なんですけれども、GIB 横浜、GIB 兵庫、GIB ソウルと3店舗動いてます。そこら辺遊びに行ってみてください。他に系列店としてギターショップトニークというギターショップがあります。そして最近始めたのがギターアウトレット横浜というアウトレット専門店ですね。アウトレット専門店熱いんですよ。これまた別の動画で紹介したいなとか思ったりするんですけれども、メーカーさんとかで傷がついちゃってる。僕たちもね、楽器作って売ってるんでわかるんですけど、これなんかここ傷入っちゃってるよ。これ売れなくねこれみたいな。でも、これを売れないからって言って、売らないことにするのはちょっと嫌なんですよ。だってもったいないじゃん。せっかくいい音するのに。だから、アウトレットのものだけを集めて、そこで売るっていうことを最近やってるんですよね。アウトレットの現場じゃないと値段とかわからないようになってます。結構安いっす。これ安って思うぐらい安いなと思いますね。これをね、ネットにね、値段を公開してしまうと、ブランドのイメージをね、ちょっと変えてしまうんですよね。僕たちもどれぐらいの感じにしたら、実際のところ変わるのか何かがっていうのがわかんないから、一旦この形でやってますね。もしかしたら将来的には変わるかもしれないですけど、皆さんね、そこら辺もアイデアがあったらぜひ教えてほしいです。アドバイスとして僕たちも受け止めてビジネスをそこから作っていきます。ということで、YouTube 以外にも Twitter、Instagram、Facebook などなどチェックしてみてください。最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。